今回は久しぶりのドライブで埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパークを訪れた様子をお伝えしたいと思います。そしてその後にちょっと立ち寄ったムーミンバレーパークの近くにある発酵をテーマにした食の施設や、時間の関係で短時間になってしまいましたが、飯能市が運営している東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園の様子も少しレポートしますので、どうぞ最後までご覧ください。そもそも日にちを計画してから、せっかくなのでかなり久しぶりにムーミンの物語を読んでみようと思い立ちました。そこで2冊の本、楽しいムーミン一家とムーミン谷の仲間たちを買ってみました。この講談社青い鳥文庫は子どもたちでも読みやすいように編集されていて、分かりやすい内容になっています。楽しいムーミン一家は黒い魔法の帽子が登場することで起こるムーミン一家のエピソードを中心に物語が進んでいきます。ムーミン谷の仲間たちはそれぞれのキャラクターを中心にムーミン谷でのエピソードを綴っていく内容です。2冊を読み返してみて、改めて北欧の自然の中に暮らすキャラクターたちの雰囲気を味わえた気がします。今回訪ねた場所は飯能市の宮沢湖を囲むように、向かって右側にメッツァビレッジというアウトドアやマーケットがあるエリアと、左手に広がるムーミンバレーパークが隣接している自然を生かした広い空間です。駐車場から歩いていくと、まず目に入ってくるのはメッツァビレッジにあるマーケット棟なので、トイレ休憩も兼ねて入ってみました。その後向かいにあるインフォメーションの建物に入ってみたら、ムーミン関連のガチャガチャを見つけてしまって、思わず可愛いリトルミーのポーチをゲットしてしまいました。そしてケースから開けてみたら、かなりクオリティが高かったので満足しています。インフォメーションの建物を出てから、右手に宮沢湖を眺めながら道なりにムーミンバレーパークを目指して歩いていきます。入り口まではそこから10分弱ほど歩いてかかるんですけれど、道沿いにカフェとかギャラリーとかワークショップの建物が点在しているので、お散歩気分で向かっていくことができます。そしてようやくムーミンバレーパークのチケットブースにたどり着きますが、そこはたくさん映えるスポットなんかもあります。そしてチケットを購入してから一番最初に入る建物っていう感じのところがあって、それがいわゆるお土産屋さんなんですね。でもうキャラクターがたくさん置いてあって、思わず何か買ってしまいたくなる、そんなお店です。そしてそこを出てからまた、外に出て一旦出て、そして中心の方へ向かっていきます。私たちがこの場所に到着した時に、ちょうどこれからムーミン谷の映画館で映画をやるというところだったので、早速この10分15分ぐらいの物語の映画を見ました。絵本が映画になったような感じで、とても可愛らしかったです。この映画館を出てからすぐ隣に立っている海のオーケストラ号というまた別のアトラクションがちょうど始まる時間だったので、そのまま並んで入ってみました。物置を整理していたら古いノートを見つけてね、このノートには私が若い頃の冒険の記録が書いてあるんだ。せっかくだからそれをみんなに読んで聞かせようと思ってね。さあみんなこっちに来てお座り。ずっと前の頃、テムレンオアさんのみなしごホームの階段の上に置かれた紙袋の中にいたのが他でもないこの私だった。小さい頃の私は本当に一人ぼっち。誰も私の才能を分かっちゃどうしたくなるやつだ。その日は出港を控えていたのだが、船をどうやって水に浮かべるのかが残された問題だった。さてどうするかね。そうだ、竜のエドワードだ。あいつが湖に飛び込んでくれればいいんだ。おーい、エドワード。エドワード、今日はどこで水浴びをするんだい？
뭐냐? 얼마나 좋은데. 의외로 있어.君はロットリュックのことを忘れていたね。そうだ。パパたちの冒険はここまでだったのさ。やがてママと運命的な出会いを果たし、幸せな日常の中で広い世界に無関心になってしまった。こうやって2カ所の建物でムーミン一家たちの映像を見て内容がよく分かってから、いよいよここのメインのムーミン屋敷の方へ向かいます。こちらのムーミン屋敷は地下から、中に入って一つずつ階段を上がって実際に中の様子が見れるようになっています。こちら上がってきてリビングになります。で、調度品なんかもすごく細かく、飾られていて、で壁にはこんな感じでアルバムが貼られたりしていて、かなりリアリティを感じますね。そしてこちらがムーミンママのお部屋ということです。ミシンなんかも置いてあったりして、ムーミンママのキャラクターが忍ばれる感じです。そしてさらに上にもう一回上がると、ここはリトルミーのお部屋ということで、これなんか小さい窓からこう覗き込むような感じで見れるようになっています。それからこちらは、ムーミンのガールフレンドのお部屋ということでした。可愛らしいですよね。こうやってムーミンたちの暮らしぶりを見てから、すぐ隣にあるコケムスエリアという建物に移って、そこの1階にある食堂、ムーミン谷の食堂に行きました。この時はかなり空いていたので、美味しいキャラクター感満載の食事を楽しみました。食事の後は同じ建物の3階に移りました。こちらの3階では展示スペースとなっていて、で先ほど映画館で見たそれからどうなるのという物語が自分自身が追体験できるような感じの展示スペースになっていました。別のコーナーではムーミンたちの物語の断片をかいつまんで体験できるようになっていたり、歴代の原作本やムーミン谷の愛らしいキャラクターたちの絵も飾られています。この愛らしいキャラクターたちを生み出し、それらを描いてもいる作者のトーベ・ヤンソンさんですが、ムーミンの物語を作ったのは第二次世界大戦直後の1945年だったんですね。なので全体を覆うイメージもただ楽しくてキラキラしているという雰囲気ではなく、子供向けではあるけれども内面性を重視したような世界観とか、少し哲学的な考え方というのも全体から感じられるわけです。そしてさらにそこに北欧独自の自然観も備わって、そしてオリジナリティあふれる作品になったんだなと感じることができました。で今外を歩いて、でこの坂を本当は上がっていくと天文台にまで達することができるんですけども、ちょっと迷ってで行くのをやめたっていうところです。でまた道なりに歩いていくと先に灯台が見えてきます。灯台を過ぎるともうかなり中心のエリアからは外れたような感じになってくるので、本当の自然の中を散歩しているような雰囲気です。そしてこの道の突き当たりに一人佇んでいるスナフキンのテントがあります。ムーミンバレーパークを後にしてから車で約10分ほどのところにある発酵をテーマにした食の施設に立ち寄りました。こちらでは各地から取り寄せられた発酵食品が売られていました。私はその隣にあるパン屋さんで、休憩するために地元の牧場で作られた飲むヨーグルトを、買って飲みました。でもうちょっとゆっくりしたかったんですけど、実はこちらの施設もその後にこの向かった飯能市が、運営しているトーベン・ヤンソンあけぼの子どもの森公園も17時が、最後だったんですね。
なのでもう時間がほとんどなくなってしまって、もう急いでこの子どもの森公園に向かいました。でほんの少しでも雰囲気を味わいたいなと思って向かったんです。こちらは入場無料なんですが、この見えていたキノコの家もそうですし、行けなかったその奥にある森の家なんかも全体がトーベヤンソンの雰囲気をよく表していて、周りの自然と相まってすごく素敵なところだなと思いました。また時間があった時にぜひ訪ねたい場所です。帰りはちょうど夕日が沈む時間と重なって締めくくりの素敵な光景となりました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。